1億年後の地球はどうなる？ドクタージオ、今日の授業は何をやるんですか？今日はね、1億年後の地球について考えてみようと思うんだ。1億年、そんなに先のことなんて想像できませんよ。そうだね、1億年ってすごく長い時間だ。空見が毎年お祝いしている誕生日は1年でしょう。じゃあ100年経つとおじいちゃんやひいおじいちゃんくらいの年齢になるね。100年でもすごく長い感じがするのに。じゃあその100年が100万回集まったらどうなると思う？100万回？もう頭がこんがらがっちゃいます。それが1億年。人類の歴史はせいぜい数十万年から数百万年だから、1億年っていうのは人間の歴史よりもずっと長い。恐竜がいた時代が約1億年前だと考えると少しイメージできるかな。あ、恐竜がいたのがそれくらい前なんですね。そう。つまりもし1億年後の地球を考えるというのは、恐竜が滅んでから今の世界ができたのと同じくらいの変化を未来に向かって考えることなんだよ。なるほど。じゃあ1億年後は恐竜みたいに今の動物もいなくなって新しい生き物が出てきたりするんですか？その可能性は高いね。でも重要なのは、地球は物理の法則や自然の仕組みに従って変わっていくってこと。太陽の光、自転や月、大陸の動き、海の流れや気候、そうした地球の時計が未来の姿を作っていくんだ。なんだかワクワクしてきました。じゃあ1億年後の地球は今とは全然違う姿になっているんですね。まさに別の世界みたいに感じるはずだよ。でもそれは魔法じゃなくて科学が教えてくれる未来。これから一緒に太陽や大陸、気候や生き物たちがどう変わるのか順番に見ていこう。やった、まるで未来旅行ですね。そうだね、時間旅行だ。さあ1億年後の地球への旅に出発しよう。第1章、太陽と1日の変化。ドクタージオ、1億年後の地球ってまず何が一番大きく変わるんですか？いい質問だね。実は最初に注目すべきは太陽なんだよ。太陽ですか？毎日同じように見えるのに。太陽は年を取ると少しずつ明るくなるんだ。1億年でおよそ 1% 明るくなると考えられているよ。たった 1% じゃ全然変わらなそう。でもね、地球全体の温度にすると平均で1度 C くらい上がるかもしれない。氷や気候にとってはとても大きな変化なんだ。たった1度 C でそんなに？そうだよ。氷が少し溶けるだけでも海の高さが変わったり、生き物の住める場所が変わったりするんだ。未来の地球の気候を大きく左右するポイントになるんだよ。太陽が明るくなるのは分かりました。じゃあ1日はどうなるんですか？実は1日は今よりも長くなるんだよ。どうしてですか？原因は月だ。月が地球の海を引っ張って潮の満ち引きを起こしているのは知ってるね。はい、潮の満ち引きで海が上がったり下がったりします。そう。潮の動きは実は地球の自転のエネルギーを少しずつ奪っているんだ。その結果、地球の回転はどんどん遅くなる。つまり地球が回るのがゆっくりになるってこと？その通り。今よりも1日の長さが約30から35分も長くなると予想されているよ。30分も？それって1日が24時間じゃなくなるんですか？1日は長くなるけど、地球が太陽を回る1年の長さはほとんど変わらない。だから1年の日数は減るんだ。どういうこと？例えば今は1年イコール365日でしょう。でも1日が長くなった分、1年の中に入る日数は少なくなる。およそ357日くらいになるんだ。わあ、1週間くらい減っちゃうんだ。なんだかカレンダーがへんてこになりますね。さらに月は少しずつ地球から離れているんだ。毎年 3.8 センチくらい遠ざかっている。1億年経つとおよそ3800キロも離れてしまうんだよ。3800キロ？日本からハワイくらいの距離が離れちゃうんですね。そうだね。その結果、潮の満ち引きも今より弱くなるんだ。太陽は明るくなるし、1日は長くなるし、月は遠くなるし、
たった1億年でもいろんな変化が起きるんですね。その通り。こうした時間の時計の変化がこれからの地球の姿を大きく変えていくんだ。未来の地球、どんどん気になってきました。第2章、大陸の動きと地形の変化。ドクタージオ、次は地球の陸について教えてください。いいね。地球の大陸はじっとしているように見えるけれど、実はプレートという岩の板に乗って少しずつ動いているんだ。地面が動いてるんですか？そうだよ。1年に数センチくらいのスピードで、まるで人の爪が伸びるくらいの速さで動いているんだ。ゆっくりですね。でも1億年もあればすごく変わっちゃいそう。その通り。例えばアフリカ大陸は今も少しずつ北に動いていて、1億年後にはヨーロッパとがっちりぶつかってしまうと考えられている。そうなるとどうなるんですか？地中海がだんだん狭くなってやがて閉じてしまうかもしれない。その時には大きな山脈が新しくできるんだ。わあ、山ができちゃうんですね。そうなんだ。実は今のアルプス山脈も昔の大陸同士がぶつかった結果できた山なんだよ。地球ってずっと工事中みたいですね。さらに太平洋は少しずつ小さくなっている。反対に大西洋は広がっているんだ。海も変わっちゃうんですか？そう。新しい沈み込み帯ができれば、大西洋だって将来はまた閉じてしまう可能性があるんだよ。そしてアフリカの真ん中では、大地が裂け始めている場所がある。避ける？怖い。安心して。1年でほんの数センチずつだからね。でも何千万年かすると、そこに新しい海ができる可能性があるんだ。大陸が割れて海になっちゃうんですか？そうだよ。大陸はバラバラになったり、また一つに集まったりを繰り返しているんだ。これを超大陸サイクルという。超大陸、なんだかゲームのステージみたい。次の超大陸ができるのは2から3億年後と言われているけど、1億年後にはその準備がかなり進んでいるはずなんだ。そしてもう一つ大事なのは山の世代交代だ。山に世代交代があるんですか？あるんだよ。今の高い山も数千万年あれば雨や風で削られて低くなってしまう。その代わりに新しくぶつかった大陸の境目に新しい山が生まれるんだ。山も生まれて消えるんだ。地球って生きてるみたい。まさにその通り。地球は巨大な工房のようにずっと姿を作り変えているんだ。1億年後には大陸の形も山の位置も今とは全然違うんですね。そう。地球はいつも動いていて、その動きが未来を形作っていくんだよ。第3章、気候と天気の大きな変化。ドクタージオ、大陸が動くと気候も変わっちゃうんですか？その通り。大陸がどこにあるかは地球の天気や気候を大きく左右するんだ。へえ、どうしてなんですか？例えば大陸が赤道の近くに集まると、真ん中は雨が降りにくくて、とても乾燥して暑くなる。これは超大陸の内陸でよく起こる現象なんだ。砂漠がどんどん広がっちゃうんですね。そうだね。そして海沿いでは巨大なモンスーンが起きて、雨が一気に降るようになるんだ。メガモンスーン、聞いただけで迫力あります。それくらい大きな季節風が大陸の形によって強まったり弱まったりするんだ。反対に大陸が北極や南極にあるとどうなると思う？寒くなる？その通り。極に大陸があると雪が積もりやすく、大きな氷の塊、氷晶ができる。その氷晶がどんどん成長すると、地球全体の気温も下がってしまうんだ。氷が広がると地球が冷えるんですね。そうなんだ。氷は太陽の光を反射するから、ますます寒くなりやすいんだよ。さらにもう一つ大事な仕組みがある。何ですか？山や岩が雨で削られる風化っていう現象だ。実はこれが二酸化炭素をゆっくり吸い取ってくれるんだ。石が空気を吸うんですか？そう。すごく時間はかかるけど、二酸化炭素を減らして地球の温度を下げる働きをしているんだ。じゃあ地球は自分で温度を調整しているんですね。まさにその通り。この仕組みを単三円、計算円風化フィードバックという。難しい言葉だけど、要するに地球の温度調節スイッチなんだ。だから未来の気候は一方向じゃなくて、
温暖化したり寒冷化したりを長い時間で繰り返していくんだ。じゃあ1億年後は暑いんですか？寒いんですか？それは大陸の位置や火山活動の様子で変わるから正確にはわからない。でも太陽が明るくなっているから今よりは暖かい方向に動いている可能性が高いね。暖かくなると海も変わっちゃうんですか？そうだよ。氷が溶けたり海水そのものが熱で膨らんだりして海の高さが数十メートルも変わることがあるんだ。数十メートル？ビルの高さくらい？そう。だから地球の気候の変化はとても大きな影響をもたらすんだ。大陸の動きで砂漠ができたり氷が広がったり海の高さまで変わるなんて気候って本当に大事なんですね。その通り。1億年後の地球は今とは全く違う天気と気候の世界になっているかもしれないんだ。うわ、どんな景色になるのか想像しただけでドキドキします。第4章、海の流れと生き物が住める場所。ドクタージオ、さっき気候の話が出ましたけど海も関係あるんですか？もちろん。海の流れは地球の血液みたいなもので温度や栄養を運んでいるんだ。海が血液？面白いです。海の流れは温度と塩分の違いでできる熱塩循環が大事なんだ。これが強いと酸素が深い海まで届いて生き物が暮らしやすくなる。じゃあもし流れが弱くなったら？酸素が届かなくなって深い海は生き物が住みにくくなるんだ。それって生き物にとって大問題ですね。そうなんだ。実際過去の地球では酸素が少ない海が広がった時期があってその時には黒っぽい泥の地層がたくさんできたんだ。黒い泥？黒色血岩って言って有機物がたくさん残った特別な地層なんだよ。もし大陸がくっついて大きな超大陸になれば真ん中には大きな内海ができる。その海は流れが弱くて酸素が少なくなりやすいんだ。じゃあそこでは魚が少なくなっちゃう？そうだね。でも逆に外の大きな海では流れが強くなって酸素が行き渡る時代もあるんだ。同じ地球でも海のつながり方で生き物の住みやすさが全然違うんですね。その通り。だから海の流れが変わると魚やサンゴの場所も変わってしまうんだ。そして1億年後には今とは違う生き物が海の主役になっているかもしれない。新しい魚とかですか？そう。海の環境が変わればそれに合わせて進化した新しい生物が登場する。どんな生き物かな？ワクワクします。深海も面白い場所なんだ。酸素が少なくなると今の魚は住みにくいけれど代わりに不思議な生き物が広がるかもしれない。クラゲみたいに光る生き物とか？そうそう。光る能力を持った新しい仲間が増えているかもしれないね。海の流れが変わるだけで地球の姿も生き物も大きく変わるんですね。そうなんだ。気候、大陸、海の流れ、生き物は全てつながっているんだよ。地球ってまるで一つの大きな生き物みたい。まさにそのイメージだね。だからこそ海の変化を知ることは未来の生き物の世界を知る手がかりになるんだ。第5章、生き物の進化と新しい主役。ドクタージオ、海の生き物が変わるなら陸の生き物も変わっちゃうんですか？もちろんだよ。1億年あれば生き物は大きく進化して今とは全然違う姿になる可能性が高いんだ。ちょうど1億年前といえば恐竜が地球を支配していた時代だった。でも今は恐竜はいないだろう。はい。代わりに人間やゾウ、クジラが主役ですね。そう。だから1億年後も今の動物がそのまま残っているとは限らないんだ。犬や猫もいなくなっちゃうんですか？いなくなるというより違う形に変わっていくと考える方がいいね。今の動物たちの子孫が環境に合わせて全く新しい姿に進化しているかもしれないんだ。わあ、未来のペットはどんな生き物なんだろう。例えば大陸が赤道に集まって熱く乾燥すると砂漠に強い生き物が主役になる。カメやトカゲの仲間がもっと大きく進化して陸の王者になっているかもしれないね。わあ、まるで恐竜が戻ってきたみたい。反対に湿った森が広がればカラフルな虫や新しい植物が主役になるだろう。虫が主役？そうだよ。地球の歴史では体の小さい生き物が一番しぶとく生き残ってきたんだ。
だから未来も小さな虫たちが大きな役割を果たしている可能性が高いんだ。海の生き物もどんどん変わってそうですね。そうだね。新しいサンゴや魚、もしかすると巨大なカニのような生き物が海辺の王者になっているかもしれない。わあ、カニが地球の主役なんて面白い。ただし忘れてはいけないのは大量絶滅だ。大量絶滅って恐竜がいなくなったあれですか？そう。大きな火山活動や気候変動が起きると生き物の多くが絶滅してしまうことがある。その後に新しいグループが地球の主役になるんだ。じゃあ1億年後には全く想像できない生き物が地球を歩いたり空を飛んだりしているかもしれないんですね。その通り。人類が見られなくても地球は必ず新しい主役を生み出しているはずなんだ。なんだかワクワクしてきました。1億年後の地球には今の生態系とは全然違う世界が広がっているだろう。でもそれは終わりではなく新しい始まりなんだ。生き物の進化って地球のドラマなんですね。まさにその通り。未来の地球は想像を超える生き物たちが主役の新しいステージになっているんだ。第6章、人類の痕跡は残るのか。ドクタージオ、1億年後には動物も植物も変わっちゃうって聞いたけど、人間のことはどうなるんですか？とてもいい質問だね。正直に言うと人類が1億年後まで生き残っているかはわからない。人間がいなくなっちゃうかもしれないんですか？そうなんだ。人類の歴史はまだ数十万年くらい。だから1億年という長さを考えると人類の未来はとても不確実なんだ。たとえ人間が生き残っていなくても私たちの印は地層に残る可能性がある。印？そう。例えばコンクリートやプラスチック、金属のかけらなんかは長い時間をかけて地面の中にうずもれていくんだ。プラスチックも化石みたいに残るんですか？その通り。小さなかけらはマイクロプラスチックとして岩石や堆積物に入り込んで未来の研究者が見つけられるかもしれないんだ。未来の研究者？もしかして新しい生き物が調べるんですか？そうかもしれないね。1億年後に地球を支配している知的生物がいればきっと私たちの痕跡を発見するはずだ。保存されやすい場所もある。例えば深い海の底や酸素が少なくて腐りにくい湖の底では人工物が長く残るんだ。じゃあ海の奥に未来の宝箱みたいに人類の痕跡が眠ってるんですね。面白い例えだね。まさに宝箱のように人類の印が眠っているかもしれない。でも街や道路はどうなっちゃうんですか？数百万年もすれば山に削られたり氷河に削られたりしてほとんど消えてしまう。じゃあ未来の人から見たら私たちの街は消えちゃうんですね。そうだね。けれど一部は地下に保存されて地層の記録として残ることもあるんだ。もし未来の誰かがスマホを掘り出したらびっくりしそう。そうだね。この小さな板に情報を閉じ込めていたのかと想像するかもしれない。未来の生物にとっては考古学の大発見になりますね。だから人類が未来に残すものは建物や街そのものではなく地球に刻まれた小さな痕跡なんだ。なるほど。私たちは未来に小さな手紙を残しているようなものなんですね。いい表現だね。1億年後の地球は全く違う姿かもしれないけれど、その地層の中には人類からの手紙が眠っているはずなんだ。エンディング。ドクタージオ、1億年後の地球の旅、とっても面白かったです。そうだね。太陽は少し明るくなって、一日は長くなり、月は遠ざかっていく。そして大陸は動き、気候も変わり、生き物たちは新しい主役に入れ替わっていくんだ。たった1億年でこんなに変わるなんて、地球ってすごいですね。地球はまるで巨大な時計のように法則に従って姿を変えていくんだ。だから未来の姿は魔法じゃなくて科学が教えてくれる物語なんだよ。未来にはどんな動物や植物が主役になるんだろう。想像するだけでワクワクするだろう。大切なのは地球は常に変わり続けるということ。そしてその変化があるからこそ新しい生命のドラマが生まれていくんだ。じゃあ人類の未来はどうなるんでしょう？それは誰にもわからない。けれど私たちが残す痕跡は未来の地層の中に小さな手紙のように刻まれていくんだ。
未来の誰かがその手紙を読んでくれるといいな。1億年後の地球はきっと今とは全く違う世界になっている。だけどその変化の物語は私たちの科学の目で少しだけ覗くことができるんだ。本当に未来旅行をしてきたみたいです。さて、ここでみんなに質問だ。もし君が1億年後の地球に行けるとしたら、どんな景色を見てみたいかな。私は未来の動物たちがどんな姿をしているのか見てみたいです。いいね。視聴者のみんなもぜひコメントで教えてほしいな。地球は変わり続ける星。その物語を知ることは今の地球を大切にすることにもつながるんだ。未来の地球も今の地球も大切にしたいですね。それでは今回の旅はここまで。未来の地球を想像するって楽しかっただろう。はい、また次の旅も楽しみです。チャンネル登録といいねをして、また一緒に未来旅行をしよう。